ゼロから旅行業務取扱管理者第12回最終回です。今日は3科目の品質ポイントを総まとめします。試験本番の時間配分も合わせて確認しましょう。まず全体像の再確認です。科目は旅行業法約款国内旅行実務の3つ。令和8年度は CBT 方式で、全科目受験の試験時間は120分です。合格基準は試験後に ANTA の公式発表で確認します。旅行業法の品質ポイントです。登録の種類と業務範囲、海外の募集型は第1種だけです。旅行業協会の保証社員は、弁済業務保証金分担金を納付し、営業保証金の供託は不要です。旅行業務取扱管理者は、原則、営業所ごとに1人以上です。ただし、地域限定旅行業者の近接する複数営業所では、距離や取引額など一定要件の下で1人が兼任できます。約款の品質ポイントです。募集型企画旅行契約は原則、会社が契約締結を承諾し、申告金を受理したときに成立します。出生料は解除の時期など約款に定める条件に応じて決まります。特別保証は企画旅行参加中に規定所定の事故で生じた生命、身体または手荷物の一定の損害を対象とします。国内旅行実務の品質ポイントです。普通運賃は原則、乗車距離で計算します。幹線と地方交通線を連続して利用する場合は、原則、運賃計算機能を用います。尿計割引は2024年春に終了しました。往復乗車券と連続乗車券の発売、そして往復割引の取り扱いも2026年3月13日で終了しました。紛らわしい区分を総チェックします。登録は第一種が観光庁長官、他は知事です。保証は会社に責任があれば、損害賠償、企画旅行参加中の規定所定の事故による生命、身体、または手荷物の一定の損害には特別保証です。割引は、学生割引は現行制度として残り、休場税割引や往復割引は終了しています。引っ掛けの総まとめです。合格基準は試験後に公表される ANTA の公式情報で確認してください。保証社員でも旅行業の登録そのものは必要です。金額や率などの数字は最新の規則で確認しましょう。試験本番の時間配分です。得意な科目から解いて弾みをつけましょう。実務の計算は時間を決めて取り組みます。最後に見直しの時間を必ず残しておきます。捨て物の見極めも大切です。難しい問題は一旦後回しにします。確実に取れる問題を落とさないことが最優先です。最後に進捗状況を開き、未回答がないか確認しましょう。直前期の過ごし方です。数字と区分を最終確認します。ANTA の公式出題例で CBT の問題形式と操作に慣れておきましょう。そして体調を整えて本番に臨んでください。最後のクイズです。令和8年度全科目受験の試験時間は何分でしょうか？ A は80分、B は120分、C は150分です。少し考えてみてください。正解は B の120分です。CBT の残り時間表示を見ながら配分を管理しましょう。シリーズのまとめです。旅行業法約款実務をバランスよく仕上げます。数字や区分、引っ掛けを最終確認しましょう。合格基準は試験後の ANTA 公式発表で必ず確認してください。ここまで学んだあなたなら大丈夫です。全12回、最後までお疲れ様でした。ゼロからここまで本当によく頑張りましたね。あとは自信を持って本番に臨むだけです。
あなたの合格を心から応援しています。